今回は福井県南越前町赤萩というところの国道305号線、今横に見えてるのは旧国道305号線の脇道入ったところにこのような道が現れました。ですね、ここ右行きますとね、実は旧国道8号線の春日野隧道への第2のルートです。これまた別の動画で、これメンバー特典でやってるんですけど、そちらの方で映しております。で、今回左側です。ただいま、その春日野隧道から帰ってきて、この道なんだと思って入ってみたら、林道深山線起点とありましたんで、こう、ついでなんで、走らせてもらおうと思ってやってまいりましたんで、よろしくお願いします。全く情報はありません。突然見つけた道なんでね。ただ見たとこそんなには大したことないんじゃないかなとは僕は思います。そしてピストン林道のようでございます。実際、現地行ってみてどうなるか。で、左にこの柵があるからな、もしかすると獣よけがあったりするのかもしれませんね。どうでしょうね。地図を見てみますと、ぐねーって言って、ここで曲がって戻るみたいな。結構長いですね。どうでしょうね。ちょっと長いからね、もしかすると途中で倒木かもしれません。今日はそんな根性なく来ておりますんで、倒木一本でかいのあったらもうやめます。はい。別にここを目的地で来てるわけじゃないんで、本当帰ろうと思って、寄ってみただけですから。たまたま道があったから入ってみただけですからね。あんまり期待しないでください。さあ、ダートですね。素晴らしい。ダートか。ダートでこの長さの林道でピストンだと、そうね。僕の予想では、経験上の予想では、終点まで着かない。途中どっか意外と近場で倒木で終了という感じがします。私のね、経験で言うとね、わからんけど、ね、ギャップがひどい。そうそう。この辺りも3、4年前ぐらいに大雨被害で、大洪水、この川もね、もうゴロゴロの一生してますけど、大雨でこの道ももしかしたら川が溢れて砂利があったのかもしれません。この右の脇にある岩もおそらくその時の溢れて出てきたその岩じゃなかろうかと思います。ギャップがひどい。ですから左の川べりもゴツゴツとした岩がありますからね。だから倒木もその途中で断念かもしらんけど、鹿がめっちゃ走ってる。それとともにあとね、路盤崩壊あるかもしらんな。だからあんまり、期待できないね。めっちゃ鹿走ってるし。はい、ここから携帯が繋がらないそうですね。これいけんのかこれ。オフライン地図いけんのか。あれ？いけたいかった。私が使っているこの地図アプリはスーパーチケートを申しまして、あらかじめダウンロードしておけば、県外状態でも現在地を記しておきますので、とても私の探索向きとなっております。ぜひぜひ、確か課金年間400円ぐらいだったと思うんでね、結構安いんですよ。これでいて、この安心感があるのは素晴らしいと思いますので、ぜひお勧めいたします。さあ、どうでしょうね。ただ、ダートとしては、今のところ面白い。この、なんででしょう。国道脇で、この直近でこれぐらいのダートがあるっていうのは楽しいですね。そして、入ったらあかんぞっても書いてないですから。ただ、ちょっとこの辺からちょっと道が怪しいですね。だから、やっぱ、ジムニークラスとかのそういった
まあ、せいぜいほやな、アウトバックとかでも来れるかな。その辺でも来れるとは思いますけども。まあ、黒缶の方がいいでしょう。道幅は結構あるんで、ランクル250とか、まあ最近ね、よく出たFJ、ランクル FJ なんかすげえ売れてますね、あれ。あれなんかの幅でも全然問題ないと思いますし、フルサイズランクルでもいいんじゃないかな。これ、さっき言った。いや、4切れてね、これ。ちょっとバックしますね。さっき言った大雨被害で、ここの谷川の、ここですね、道を行く競技って、土砂が流れ込んだんでしょうね、これね。でも今、まあこのジムになら別に普通に取れますけども、このような被害があったんでしょう。まあ、とりあえずここは通れました。はい。さあ、どうでしょうね。もう正直ちょっとごめんなさい。本当に今日は、この木やばいか。ガランガランって言いますよ。もう帰宅途中やったんですよ、私。本当もう帰る途中やったんで、ここはもう、本当のおまけのおまけで来てますんで、途中で逃亡があったらごめんなさい。で今言ったようなそのランクルとか、もしかしたらもうね、200のランクルでも全然余裕ですよね。幅的にね。まあまあ、走破性はもう全然申し分ないんですけど、もちろん。ランクル様々ですから。あれですけど、結構日本の林道、こういう、まあこの林道はまあいいとしても、廃道区間とかになると狭いから、その辺はしんどいんかなって思うんですよね。ただまあ僕がその実際乗ってるわけじゃないんで、何も言わねないですけれども、その辺はジムニーの軽のサイズは、こういった、どこでも、ひょいひょいと、幅が狭かろうが、こうやって右に路肩がちょっと崩壊してようが、こうやって走っていけますからね。で、まあ、これ何の帰りかっていうと、春日野水道でその、バッテリージャンプスターターですわ。要は、小型の、バッテリーが上がった時に、応急っていうか、ちゃんとエンジンかかるっていうやつを撮影してまして。まあ、こういうね、山奥で、まあわかるんじゃないですか。バッテリートラブルって本当一番、この日本の JAF の出動回数件数の原因としては、もうナンバーワンからもうトップ3に入るんですね。そんな状況のものを山の中でね、こんなバッテリー上がったなんて言ったら、一人でソロ活動してて、それでいて、誰も相手がいりゃなんとか、ケーブルで繋いで帰れるかもしれないんですけど、予備のバッテリーなんて持ってる人いないと思いますし、そもそも予備のバッテリー持ってるなら早く帰ってまいって話だけど、そういった時で、ポータブルな、本当にもう弁当箱ぐらいの大きさのサイズのバッテリージャンプスターターで帰ってこれるっていうのは素晴らしいんですけど、それの撮影でした。それリンク下に貼ってありますので、それ見てください。めちゃめちゃいいですよ、本当。9リッター、9000cc の乗用車まで対応。ディーゼルで言うならば 6000cc までやったかな。12V 専用ですけども、めちゃくちゃもう電気の電圧すごい。昔ほどね、同じようなバッテリージャンプスターター、モバイルバッテリー型みたいなのあって、これ試しで使って全然もう軽でも動かなかったんですね。はい。だからちょっと信じてなかったんですけど、今回の案件、本当はもうそんなんでちょっと半信半疑だったんですけど、見事に大丈夫でした。ぜひぜひご覧ください。話変わりまして、道はまあまあ、荒れちゃいるけど、楽しいレベルですよね。危険感はない。ただ、岩は角張ってるので気をつけてください。バーストの危険性もございますんでね。なるだけ、オールテレイン以上のタイヤを推奨いたします。そして、あまり飛ばさないことですよね。同じ石でも速度を増すとドンと衝撃が増しますんで、こちらで U ターン状態で右へ曲がります。橋は崩れてないね。はい、じゃあこちら右ですね。まっすぐは多分あれですわ、作業路だと思います、多分。さあ、分岐超えた後からひどくなるもんですよね。でもまだましかな。でもシャドウがあるかな。
そろそろちょっと道が怪しくなってきたかな。よいしょ。でもまだ大丈夫ね。倒木がないのは幸いですね。結構このレベルの林道になると倒木で邪魔されるんですけど、僕の中で目標地点枠突破しました。今のヘアピン状のとこまで来れないと思ってましたもん、本当は。大概それまでにやられちゃうんですね。その倒木で。で、あとはさっきの水害被害でね、路面が崩壊してるとかでも通れないとかっていうのはあるんですけど、まあそれはクリアしてますよね。で、ピストン林道やけど、多分先端先に、また森林作業路があるんじゃないかなとは思いますね。まあ、そうね。エンジョイ以上だな。エンジョイ林道じゃないな。ちょっとあまり慣れてない方が一人で来るには心細い林道って感じですね。今の話さっきみたいに、この先なんか、この一人で行ってなんかトラブルあったらどうしようとか、なんかパンクしたらどうしようとか、なんかバッテリー上がりなんてなかなかないけど、いや、あるんだよ、バッテリー上がり。気をつけてくださいね。3年経ったら交換しましょう。っていうちょっと不安感が増すぐらいのちょっと林道かな。携帯も全く繋がらない状態ですし、私のスマホはあれですよ、au スタイリンクが入ってますんで、まあなんかあって万が一本当にもう行動不能になったら携帯繋がらなくてもこのスターリンクでテキストメッセージや LINE も一応ね送れるそうなんです。今ちょっとバージョンアップしたみたいでね、いろいろありますんでね。スターリンクもこういった探索される方、さっきのスーパーチケットともども契約しておくといいと思いますよ。本当に。転ばぬ先の机、そしてジャンプスターターね、持っていただくと。自助努力ってのも必要でございます。この先から、線形がぐねぐねとしてまいりますね。ここも、ポータブに漏れず、やっぱこの谷側から流れ出た土砂の堆積跡ありますけど、これおそらくね、直してんですよ、これ。おそらく、何もしてないんじゃなくて、越前町さんが頑張って、こう、直してるんやと思います。おそらくね。でないとあんなぐらいじゃ進まないと思うんですよね。だから、本当に、ありがたい話です。ちょっと、知ってる方でね、ちょっと南越前町のこういう林道関係の方がいらっしゃってね、T さんって方がいらっしゃるんですけど、本当にいつも情報ありがとうございます。あの方のおかげでいろいろ情報してるね、それに、ね、こうやってこういうご苦労なこともね、なんか伺い知れることもありますしね。本当助かっております。そういうちょっと情報を知れるっていうのは私としても助かりますんでね。まあね、一応こうやって、公認じゃないけど、こうやって、そういうね、公の方が見ててくれてるってのは嬉しい話ですしね。今のところ問題なく走れております。そんなにひどくない。しかもこの辺なんかフラットになってるしね。普通草がね、結構生えてきそうなもんなんですけど、これ結構走ってんのかな、この林道。もしかして、パーフェクトコンプリートできんのか、これ。私の中では達成率で今 120% ぐらいです。もう僕はもう途中でダメやろなと思ったんですけどね。倒木の気配があまりない。かといって倒木がないわけじゃないと思うんですよね。大木の、そうね、右下が谷にはなってますけど、そのようななんか、大木が崩れたような跡はないですね。でも境界区見ると結構新しいな。でもこうやって朽ちたこの、ね、切り株みたいなのがあるわけですから、結構手入れされてるのが、この林業ですごく大事な路線なのか、そんな感じなんですかね。割と、終点近くなってきたよ。今回これ当たり林道かもしれないよ、これ。生地が歩いてます。
生地なんてさ、この生地なんてさ、桃太郎の世界でしか聞かないけど、やっぱ我々この福井県のこういう山木が入ってくるといますからね。あの鳴き声なかなか特徴的なんですよ。これ当たりかもしんない、この林道。もうは全然知らなかったんですけど。この林道は結構当たりですわ。ジムに乗ってる方、オールテレンぐらいのタイヤ履いてるんでしたら、来てみてはいかがでしょうか。なおかつ、ここ、作業路あるわ。ってことは、この作業路の先やばいかな。ちょっと一遍下げまりますよ。大概この、おそらく、はい、このようなちょっと、これは森林作業路ですね。作業路ですね。これを作ったがゆえにやっぱ綺麗にできてるんでしょうね。ただ作業道は、管轄外我々入っちゃいけません。はい。私は入らないようにしてます。はい、あれはあくまでも森林組合さんのテリトリーでございますので、わしらが入っては邪魔してはいけませんので、はい、あれはプロの道でございます。はい、ちょっと画面が切れてごめんなさい。だから今の作業路の赤土が結構まだ新しめですから、最近は多分、いろいろうろうろされてたんでしょうね、これね。だから、ここの道通れるんでしょう。ただ今の作業路の先はだいたいひどくなるって思ったんやけど、それもないね。地図上では、行き止まりですけど、おそらくその先、また作業道があると僕は思います。だから、こうやって綺麗なんと思うんですよね。ただ、その先の作業道は、私は行きませんし。で、ただ、路面から今草が生えてきてましたね。ほらほら。こういう木ね。こういう木が、だんだんとこの道を走れなくするんですよね。でもそれは仕方ないことですけどね。それがダメかって言われると、それは自然の摂理であり、そうやって再生の道へ行くわけですからね。仕方ないんですけど。はい、地図上ではここがドンつきかな。さあ、どうでしょう。左曲がいけるかな。いけるけど、まだ地図あるね。まだあるけど、どうだ？ちょっと作業路っぽくなってきたね。地図上はまだあるね。これはいい道だ。で、ここがドンつきかな。だからな。地図ちょっとマックスにしますね。はい、ここが、終点ですね。そして予想通り、ここから先は、道はありますけども、作業道と思われますので、ちょっとだけ入ります。あんま深追いはしません。これがあるがために、おそらく、ここまでか。ここまでありましたわ。はい。なんか書いてあるよ。これがドンつきですわ。ちょっと地図から離れてここで、目の前にあるのは地球環境の森文集造林と書いてあります。河野村河野地形面積16ヘクタール、平成6年の表記ですね。このためにの、林林公社さんと書いてありますけど、これのために作られた、やったんかもしれませんね。でもドンつき、ピストル林道ですけど、なかなか秀逸な林道でございます。まさかコンプリートできるとは思いませんでしたし、
プラス、まあ、偶然見つけたこの林道ではありますけども、めちゃくちゃ走りやすくて、楽しめて、まあ、さっき言ったように、オールテレン以上のタイヤのジムニーとか、そういったランクルとか、そういった大型車でも来れますし、アウトバックぐらいでも、まあ、パンクじゃない気をつければ、来れなくはないかなっていう道だったんで、なかなか、おすすめしますって言わないんやけど、今回はお気軽にちょっと来てみてはいかがでしょうか。ただ、携帯つながりませんので気をつけてください。自助動力だけは気をつけてください。ということで、今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。